こんにちは、ティーウィズミルクです。ご視聴ありがとうございます。今回はメルカリで買って失敗したジーンズでバッグを作ります。サイズ違いというやつですね。こちらが完成品の後ろ側になります。こちらが前側です。別に用意する材料は端切れと幅3センチのテープ。こちらはバッグの幅 ×2 に縫い代3センチを足した長さをご用意ください。今回必須の道具は厚物縫いができるミシンです。こちらのジーンズすでに下半分はリメイクで使っております。どこから解けば良いのやらですね、わからないので手始めにジッパーから外していきました。好きなとこから外されてください。最初はなかなか進まないんですけれども、ポケット以外のすべてを外してしまいました。ジッパー、見返し、持ち出し、ベルトループ、ウエストベルトまで外してしまいます。ジーンズの見た目の面白さは残しまして、ポケットと周囲のリベットは残しておきます。後ろポケットの布をこのように置きまして、まっすぐの線を引きます。まず最初にこの線をミシンで縫います。縫い終わりましたらジグザグミシンまたはロックミシンをかけておいてください。縫った位置から同じ幅で印をつけます。縦の丈も揃えてカットしてください。次は前側です。縦幅は後ろと同じ幅です。横幅は幅を揃えてギリギリまで取ります。後ろと同様に縫ってください。中表にして重ね合わせます。左右を縫い合わせます。筒状になりました。次に前後を均等に重ねます。中央の縫い代が重ならないようにします。重なるとミシンの針が通りにくいためです。底の縫い代1センチで線を引いてミシン縫いします。縫った後はジグザグミシンまたはロックミシンで処理をします。次に底の部分にアイロンをかけます。前後の幅の違いで継ぎ目が前に寄ります。折り目をつけた位置と底の縫い目を重ねます。
袋のまち幅は約11センチ。待ち針を打って底のまちを縫います。底とまちの縫い目を重ねて縫い代を縫い留めます。これで本体の底の部分が終わりました。次にウエストベルトのボタンとボタンホールは外しておきます。ウエストベルトの折り目で半分にカットします。裏面をアイロン接着芯で接着をしてミシンでギザギザに縫って固定させます。同じ幅の別布を用意します。動画の最初に紹介した端切れはもう片方の持ち手に使ってしまいました。ほんの少ししか残っておりませんでしたので、残りはチェックの端切れで作ります。今回は手持ちの材料で作っております。ミシン縫いが終わりましたら、縫い代を別布側に倒してアイロンをかけます。次にデニム地側を1ミリ出してアイロンをかけます。次に別布を1ミリ引いて折ります。待ち針を打ちましたら、別布の1ミリ内側を縫います。縫い目は3ミリです。持ち手にあらかじめ決めた長さで印をつけます。持ち手の長さはちょっと長めの76センチです。テープを内側に合わせて輪のサイズを決めます。
テープも布も厚さがありますので、実際に合わせてから大きさを決めます。合わせた位置をミシン縫いしておきます。袋の前後を平らにならして中心を重ね合わせ、前ポケット位置に持ち手の位置の印をつけます。布が厚いので他の位置だとミシンが通らないかもしれません。中心は重ねておきます。持ち手の幅で印付けをしておいてください。次に表地側に1センチの縫い代の印をつけます。輪にしたテープを1センチの印付け位置に合わせます。印をつけた位置に持ち手を通して待ち針で留めます。テープをすべて待ち針で留めましたらミシンで縫います。縫う位置はですね、1センチの印をつけた際の位置ですね。この位置ですね。この際を縫っていきます。持ち手とテープの重なる部分は四角く囲んでバツ印を縫います。はみ出した縫い代はカットします。
次にテープを内側にして待ち針を打ちます。縁の形を整えながらですね、待ち針を打っていってください。はい、半分だけ待ち針で留めました。全部打っちゃうとちょっと縫いづらくなってしまうので、半分だけ打ってます。テープは手縫いで縫い留めていきます。今回は縫う位置がポケットと重なってしまったので、手縫いで処理していきます。そんなわけで手縫いで半返し縫いで縫っていくんですが、裏にも表にも針目が少ししか出ないように少しずつ縫っていきます。これを縫っていくときはですね、指先の感覚と目視で確認ですね。半返し縫いは割と丈夫な縫い方でおすすめです。ポケット位置に来たら用心しながら縫ってください。ウォッチポケットを間違えて縫い込まないように気をつけてください。縫い終わりました。一周縫って完成です。ポケットもそのまま使えます。今回はジーンズリメイクということで、あまり重くならないように裏地なし、テープと別布の追加のみで作りました。用途は主に買い物バッグですね。気軽に洗えるのがいいですね。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価いただけると励みになります。よろしくお願いします。